皆さんこんにちは。トニー高谷です。今日はつま板の貫通路を切り抜いて車体につま板を再取り付けします。それと前々回にアップしました鉄道模型のハンダ付けで必要なものという動画で取り上げた棒ハンダについて、この動画の最後に少し補足したいと思います。最後までどうぞよろしくお願いいたします。まず最初に貫通ホロが取り付けられていた穴を塞ぎます。0.6 ミリと 0.7 ミリの真鍮角線を使い分けています。ハンダを流していきます。左側のつま板の左右は床面に対して垂直になっていますが、右側のキハ82用では左右が丸くカーブしています。このため中心線を求めてから貫通路部分をけがくことになります。方眼紙の上につま板を置いて中心線の位置に収支をします。中心線をけがいた後、その中心線を基準として貫通路をけがきました。画面では分かりにくいですが、手すりやダンパーの取り付け位置にも印を打っています。貫通路を切り抜くために糸のこの刃を通す穴を開けていきます。ピンバイスを使った穴開けや糸のこでの切り抜きにつきましては、このチャンネルの自作編5で詳しく説明していますので、興味のある方はご覧ください。切り子が邪魔をしているのと、つま板が光って毛書き線が大変見づらいです。あまりきれいに真鍮板の汚れを落とすのも考えものです。2枚目のつま板の切り抜きではマジックインキを塗ってその上から毛書き線を引き直しました。多少毛書き線が見やすくなったかと思います。
2枚とも糸のこでの切り抜きが完了しました。次に糸のこで切り抜いたところをヤスリで形を整えていきます。こちらも自作編6で詳しくご紹介していますので、よろしければご覧ください。四隅は三角ヤスリで直角に仕上げます。これで貫通路の切り抜きとヤスリによる成形が完了しました。連結器部分の書き取りを切り抜きます。今でなくてもいいのですが、ホロを取り付けてみました。エコーモデルのパーツですが、遠藤や加藤から同様のパーツが出ています。それではつま板を車体に取り付けます。ここでのハンダ付けの手順は人によって異なりますので、参考程度にご覧ください。まずドアの取り付けと同じようにセロハンテープで仮止めします。最初につま板の下の端をハンダで仮止めします。反対側も仮止めします。
つま板と車体との間に段差や隙間がないかを確認しながら、もう2箇所仮止めします。念のためつま板と屋根も仮止めします。車体の内側からハンダを流していきます。屋根から側面にかけてハンダで固定していきます。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、つま板と屋根の間にわずかに隙間があったため、ハンダ付けした部分がへこんでいるところがあります。それで表からハンダを持ってへこみを埋めます。それとつま板と屋根部分とのハンダ付けはこの動画では車体の内側から行いました。けれどもやりにくい場合は後で余分なハンダを削り取る必要がありますが、外側、つまり表から行っても良いと思います。余分なハンダを削り取ってこんな感じに仕上がりました。最後に棒ハンダをどのように使用しているかについてご覧いただきます。小刀やナイフ、彫刻刀などで切れますが、このようにハンダは結構硬いです。そのためハサミをよく使います。こちらは古くなった立ちばさみです。
もちろん金属を切るハサミでも切ることができます。ところで棒ハンダに関しまして、前々回にアップした鉄道模型のハンダ付けで必要なものと題した動画の中で、棒ハンダを推奨するような内容になってしまいました。けれども鉛入りでヤニなしの糸ハンダまたは巻きハンダが入手できれば、そちらの方が使いやすいと思います。100g とか 150g 巻きなら価格もほとんど棒ハンダと変わりません。ではどうして私は棒ハンダを使っているかと言いますと、私の若い頃行きつけのホームセンターで入手できたヤニなしハンダが棒ハンダでした。昨年店を閉じられたマッハ模型さんで売っていたのもこの棒ハンダでした。ですから 100g とか 150g とかたくさん巻かれたヤニなしの糸ハンダが売られているのをつい最近まで知らなかったわけです。ということで私の動画では棒ハンダを使用する場面がこれからも出てきますが、誤解のないようお願いいたします。それでは今回もご覧いただきありがとうございました。